皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国のムン・ジェイン大統領の進めた経済政策が、韓国の国民の貧富の格差をいかに広げていったかということを総括するような記事が出ているので、これをご紹介しようと思います。なお、韓国のムン・ジェイン大統領の掲げた政策というのが、いずれは日本の中の政治家でも似たような政策を掲げる人が必ずのように私は出てくると思います。そういった政策を掲げる人たちが出てきたときに、ムン・ジェイン大統領と同じ失敗をするのかというふうに、しっかりとポイントを押さえて指摘することができるようになれば、私たち日本人にとっても、ムン・ジェイン大統領の失敗というのは非常に役に立つ参考資料だと私は思います。というわけで、ムン・ジェイン大統領の進めた政策というのが、どのような結果をもたらしているのか、総括したような記事が出ているので見ていきましょう。ムン・ジェイン政権の執権4年間、住宅価格 82% 上昇。青年体感失業率は過去最高 27%。ムン・ジェイン政権が関心を向けたり、問題解決に自信を示したりした経済政策が苦杯をなめている。就任直後、青瓦台に雇用状況ボードを設置して、雇用を改善すると明らかにしたが、雇用事情は悪化の一途だ。これまで計25回の大小の不動産対策を出したが、効果はない。ムン・ジェイン政権が発足後に掲げた経済キーワードは所得主導成長だった。最低賃金を引き上げれば所得が増大し、経済が活性化する。そして雇用が拡大する。これが所得主導成長論の革新メカニズムだ。政権発足初年度の2017年、最低賃金委員会は最低賃金を 16.4% 引き上げたのに続き、2018年には 10.9% 引き上げた。政府関係者は成功を強調した。前青瓦台政策室長は来年には所得主導成長の効果を実感できると述べ、元経済首席秘書官は所得主導成長のプラスの効果は 90% と主張した。しかし逆の効果ばかりが浮き彫りになった。1、3月期の雇用率は 58.6% とムン・ジェイン大統領が就任した2017年1、3月期 59.6% より1ポイント低い。前政権と比較しても雇用の悪化が目立つ。各政権の4年目と就任年度の1、3月期を比較すると、ムン・ジェイン政権では就業者数が26万9000人増にとどまった。パク・クネ政権では168万8000人。これと比較して約6分の1。イ・ミョンバク政権の時であれば99万1000人の約4分の1に過ぎない。雇用の質も悪い。経済の要となる30代と40代の雇用は減少している。雇用が不安定な日雇い臨時職は増加傾向にある。青年の体感失業率は2017年1、3月の 23.6% から今年1、3月には 26.5% と 3.2 ポイントも上昇した。過去最悪の水準だ。経済学の名誉教授は最低賃金の急激な引き上げに負担を感じた企業と自営業者が採用を減らした影響が大きかったとし、雇用指標が悲惨であるため、所得指標も同時に悪化し、また雇用が減少するという悪循環が繰り返されると述べた。不動産政策も国民を失望させた。ムン・ジェイン大統領は、不動産政策は自信がある。2019年、投機との戦争で負けない。2020年、急騰した住居価格を戻す。同年、と約束した。しかし、現在は全国住宅価格の上昇、中産層の税負担、庶民の住居の苦痛という結果をもたらした。ソウル市所在22団地内の6万3000世帯の相場を政権別に比較分析した結果によると、ムン・ジェイン政権の発足から昨年までソウルの25坪のマンション価格は 82% も急騰した。政権別マンションの上昇幅は、ノムヒョン政権の時が 83%、イ・ミョンバク政権の時がマイナス 8%、パク・クネ政権の時が 25% となっている。こうした住宅価格の急騰は、雷小敷、成金の反対の概念で、自身も知らないうちに資産の格差が広がった人を量産した。資産不平等を表す代表的な指標、純資産5分位倍率は、昨年 166.54 倍と、2017年の 99.65 倍から大幅に拡大した。純資産ジニ係数も昨年から上昇している。これら指標は数値が大きいほど資産の二極化が激しいことを表す。不動産学の教授は
不動産供給不足ではなく投機が問題だと主張し、その後も不動産が落ち着かないため流動性のせいにするなど、最初から診断を誤ったとし、誤った診断に基づいてあらゆる政策を進めたため、政策はずっとこじれるしかなかったと述べた。続いて、政府は庶民のためだと話していたが、結局富裕層ばかりが暮らしやすくなる逆説的な結果を招いたと指摘した。急速に悪化する財政もムン・ジェイン政権のアキレス腱だ。経営学科の教授は、経済政策をする人はどのような経済的誘因によって動くかを十分に考慮して判断すべきだが、現政権はそのようにしなかったとし、あらかじめ結果を定めておき、原則と法の制度を作っておけばそのようになると確信していたが、理解できないほど楽観的で単純な思考だったと指摘した。ムン・ジェイン大統領の進めた経済政策がいかに失敗に終わろうとしているかといったことを非常にわかりやすく紹介してくれた記事なわけですが、ここでの一つポイントがあります。それは、ムン・ジェイン大統領は何も私に投票して政権を取らせてもらえれば国民の貧富の格差はどんどんと拡大しますよ。さあ私に9期1票をどんどん投票してくださいなどと言ったわけではありません。ムン・ジェイン大統領はそれこそ非常に多くの国民受けするために前政権よりも清廉潔白な政権運営を行います。もしくは今回ご紹介したような経済政策で国民の暮らしを良くしますよということを政権公約に掲げたわけです。働いている人たちの所得が向上しますよ、労働環境が改善しますよということを訴えかけて、それこそ現役世代の人たちに対してパク・クネ政権よりもムン・ジェイン政権の方がより未来は明るいということを語っていたわけです。しかし現実はどうであったかといえば、それこそ幻想は打ち砕かれたわけです。ムン・ジェイン政権の最大の失敗というのは、最低賃金の値上げというよりも、最低賃金をどれだけ急激に上げたかといった点に問題があります。というのも、中小企業のような体力の少ない企業の場合であれば、人件費というものは非常に大きな負担になっています。ですから、その負担になっている部分に対して、最低賃金を一気に上げますよというのを1年目だけではなく2年目も連続して行い、しかも働く時間などについての制限というものもどんどんと厳しくしました。それに伴って中小企業は、いやこの状況だと人手は増やせないなというふうにして新規の採用というものを大いに渋るようになったわけです。そのようなことの表れとして出ているのが青年たちの就職率の大幅な悪化であり、今回の記事では出てきませんが、減る朝鮮などということもまさに地獄の就職活動期というものを表しています。そしてムン・ジェイン政権の進めた経済政策というものの失敗、その2つ目として挙げられているのが不動産対策です。不動産価格の上昇というものは緩やかに進んでいけば、それはあくまでも経済成長と伴うものである限りにおいては大きな問題とはなりません。しかしムン・ジェイン政権下における不動産価格の急騰というのは明らかに常軌を逸しており、これは貧富の格差を拡大させるには非常に強力なものとなっています。例えば、もともと土地を持っている人にしてみれば、別に自分が何もしなくても不動産価格がどんどん上昇していくわけですから、自分の土地を売るにしても貸すにしても非常に強気に出ることができます。また、不動産価格が上がる傾向だなというのを分かっている人たちにしてみれば、実際にそれを不動産投資として実現することができます。韓国においてはソウルに人口が集中する傾向そのものは続いていますから、ソウルで不動産を買えば不動産価格が上昇するということを見越して、じゃあ一等地のなるべくいいところを買えば自分の買ったマンションや土地というものが値上がりするはずだというふうに考えて実践する人たちが現れるわけです。このような人たちにしてみれば、投資用の不動産というものが非常に有効であるのに対して、一般の多くの人たちにしてみれば不動産価格の上昇というものはマンションや戸建てを買うにしてもどんどんと厳しくなりますし、またそうした一般的に購入する物件の値段がどんどん上がっている状況であれば、当然のように賃貸物件の方に対する価格上昇圧力というものも高まっていきます。そのようなことが結局のところ連鎖的に起こることによって貧富の格差はどんどんと拡大していったわけです。このようにムン・ジェイン大統領の経済政策はあらゆる面において非常に問題があったわけですが、このような政策というものを掲げる人物というものはおそらくは他の国でも出てくるでしょう。というのも、貧富の格差が拡大している、だからこれを是正しましょうという流れというのは別にどこの国においても人気が出るからです。
なぜならば貧富の格差が拡大するときにおいて、一人一票という原則で考えれば、お金持ちの数と庶民の数で考えれば、庶民の数の方が圧倒的に多いからです。ですから所得が横ばいか減少する庶民に向かって、あなたたちを救うための政策を実施しますよというのは、当然のように選挙に非常に有効に働くわけです。ただし、ムン・ジェイン大統領の掲げた例えば最低賃金の値上げという政策そのものが大間違いだったかといえばそういったわけではありません。ムン・ジェイン大統領の最大の失敗は何かといえば、労働賃金を値上げすること、それ自体ではなく、その上げるスピードや上げ幅というものがあまりにも急激すぎて、それが実体経済とは全く合わなかったという点です。最低賃金を値上げするにしても、もっと緩やかに上げたり、もしくは中小企業がこれらの対策ができるように予告して実際に実施するまでの準備期間を設けたり、また労働者への分配が増えることを前提としてそれに対応するような形での減税政策などを盛り込むといったある程度バランスを取るような政策というものを実施しなければ、あくまでも中小企業が痛むだけで、結局のところ体力勝負になった時に財閥企業がシェアを伸ばすといったようないびつな経済構造というものを助長してしまうものです。このような悪い点には必ず改善すべきポイントというのがあり、その改善するポイントというものをしっかりと抑えることが日本も学ぶべき点はあるのです。そしてこのような話をなぜするかというと、それこそ日本国内においてもいずれは選挙というものがやってきます。何も今すぐではありませんが、野党からは現在の菅政権の進めている新型コロナウイルスへの対応というものがあまりにもひどいので、このような政権には任せられない、さっさと立憲民主党に政権の座をよこせといったようなことを野党側から声が上がったりします。いずれは選挙がやってくるということ、それ自体は間違いないわけですから、いかに国民受けする政策を掲げるかというのが野党側の考えていることです。日本経済は失われた30年だと言われるような非常に低成長の時代がずっと続いています。それに伴う労働者の所得というものも決して上昇しているわけではなく、横ばいか減少しているという現象がずっと続いています。ですから多くの国民にとってはいかにしてこの所得が増えるかというのを政治に期待する人たちというのも多い状態なわけです。ですからムン・ジェイン大統領の掲げたような最低賃金を一気に上げますよ、皆さんの暮らしを良くしますよ、それに伴って内需が一気に拡大し日本経済は凄まじい復活を遂げますよというシナリオについて朗々と語るような政治家が出てきても何ら不思議ではない状況なのです。しかしムン・ジェイン大統領の語っているそのような政策というものを丸々コピーしただけではうまくいかないことは少なくとも私の動画を見た人は知っているわけですから、最低賃金を上げるんだったらそれに伴って企業の負担を減らすような政策というものをセットで考えているんですかであるとか、もしくは最低賃金を上げるということには賛成なんだけどそれはどのくらいのペースでやるんですかといったその実施する時のパーセンテージなども見ておく必要があるでしょう。1年で 30%、40% 上げますよなどということを言えば、それは給料を受ける側にしてみればバラ色の未来を描くわけですが、それに伴って企業がリストラを加速したのでは全く意味がありませんよということを私たちは注意深く見ておかなければならないのです。という具合に今回の話というのはそれこそムン・ジェイン大統領のように選挙に受かる前の段階においては非常に国民向けする政策というものを掲げて、いざ政権を取って実際に政策を実施したら国民が期待していたような成果とは全く真逆の反応として国民が大いに苦しみ、金持ちはより金持ちに、貧しい人はより貧しくなるような韓国経済が生まれ、財閥企業の決算はいいけれどそのようなニュースに載らないようなところで中小企業や自営業者などが大いに経済的に苦しむというのが韓国の実態だというわけです。いずれ日本でも選挙が行われるときにそのような耳障りのいい政策ばかりを掲げるような人がいれば非常に要注意で見ていかなければならないというのが私としてはこの動画で言いたかったところです。皆さんは今回のニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。